こんにちは、オートウエストエンドです。さあ、今回は以前この BMW X5 にレイン X の撥水コーティングを1ヶ月半ほど前に行いました。そしてウォッシャー液などいろいろその撥水コーティングを落としてしまうようなそういったものを使いながらやってきましたが、その現状を皆さんとシェアしたいと思います。それではこちらがレイン X を1ヶ月半前に施工して、そしてさらに強力なウォッシャー液、それを併用したその結果、こんな感じになっています。割といいですよね。はい。この左のボトルが、黄色いボトルがレイン X、そしてこの右側の緑のボトルが強力なウォッシャー液です。この虫の死骸とかを結構強力に取ってくれるので、フロントガラスになんか見にくいとかそういったことはこれを使ってからは全くありません。ただね、強力なだけにこの撥水コーティングをもう落としてしまうんじゃないかと、そういう心配はありましたが、まあいいですよね。映像の方は洗車ソープをこう泡立てていますが、レイン X を今回新たに施工しまして、その撥水加減と比べてみるとどのくらい撥水の効果が落ちたのかがわかると思いますので、今から軽く洗っていきます。この700円のシャワーノズルで泡洗車をしていますがまあな感じの泡洗車です。ちなみにこのワイパーの跡、この下の部分ですね、ここ結構その油膜といいますか跡がついていますね。ワイパーもしっかりきれいにしまして、そして一旦水で流します。そうするとまたね、さらにホコリも取れたと思うので撥水加減良くなっていますよね。ただこのワイパーの跡っていうのは、若干水がそこに当たって少し弾いてるような、そんな感じが見えます。でこちらが以前買ったプラセーヌですね。はい、この椎茸を水に戻すような感じでカチカチになっていますが、水に濡らすとすごい吸収してくれる柔らかいタオルに早変わりと。そしてこうやって拭いてみますと、こういう風に薄くもやがかかったように水の膜が残りました。油膜だと思います。以前にこの油膜取りの動画も上げましたが、あの作業毎回洗車のたびにするとめちゃくちゃ疲れてしまうので、今回はパスすることにしました。そして今レイン X を数滴垂らして、そして綺麗なマイクロファイバータオルで広げている、そういった工程です。全体的にもやみたいな感じで少し曇っているのが見えると思います。右側が今レイン X を施工して、左側は全く何もしていない状態です。はい、そしてこちら側、反対側も塗って広げたという感じですね。以前直射日光が当たるところでやった時には、この白くなる現象が見えづらかったです。なのでやっぱり暗いところでやった方が実際に施工した部分がわかると思います。この状態で5分から10分ぐらいそのまま放置しまして、その後また別の綺麗なマイクロファイバータオルで拭き上げていきます。この白いもやが取れるようになると、それで拭き上げ完了ということになります。この作業をねしないとムラになってしまうので、ということでこんな感じで右半分拭き上げました。もともとのフロントガラス自体が12歳なので、飛び石とかい
いろいろな傷もあるので完全なクリアというところにはなっていませんが、違いがわかると思います。こちらがもやがねまだあるところです。で、拭き上げていきます。ちなみに内窓も割と汚れているようです。先日掃除したばっかりなんですが、やっぱり結構知らぬ知らずの間についてしまうものですね。はい、ということで施工が終わりましたので、実際のこのレイン X 施工したての撥水状況を見ていただきたいと思います。このような感じでさーっと流れていきます。気持ちいいですね。はい、左が1ヶ月半経った後、そして右が今施工した直後の状況です。いかがでしょう？あんまり変わってない感じもしますね。で、1ヶ月半全然余裕を持っているという感じでしょうか。よく見るとこちらのね施工したての方がキレがいい感じはあります。それでは BMW 必殺のオートワイパーを使って実際にワイパーをかけた状態でどうなるのかというところを見ていきたいと思います。そしてちょっとねこの吹き跡が見えると思います。レイン X を使っている方のレビューを見てみますと、やっぱりこういう風に吹き跡に薄い水の膜ができてしまうようです。ワイパーブレードをグラファイト製にすると良くなるというレビューもありますので、僕もそのワイパーに今後変えていこうかなと思います。このオートワイパー機能で水をかけた時だけワイパーが動くと、これはまってしまいますね。この薄いもやはもうすぐちょっと走ったら消えてくれるので、そこまで運転に支障はないかとは思いますが、気になるといえば気になるかなという感じです。はい、それでは外から見てみましょう。先ほど洗車後の状況と比べると、外から見た方が分かりやすいですね。結構こちらの方がわっと水が落ちているのが分かると思います。そして右下の部分、ここにワイパーの跡がありましたが、ここも特に油膜取りなどはしていませんが、その上からレイン X をしました。そうするともうこの撥水の膜自体が全てを覆って、もうほぼほぼそのワイパーの跡も残らないぐらい撥水しているのが見えると思います。ね、この油膜もありましたが、そこも関係ないぐらい撥水しちゃっていますね。はい。ということで、僕が使っているこのウォッシャー液、だいぶ強力だとは思ったんですが、全然レイン X1 ヶ月半経っても耐えてくれているので、また今後も同じ組み合わせで同じコンビでやっていこうかなと思います。このウォッシャー液のリザーバータンク、前のオーナーさんがちゃんと印をつけてくれていたようで、だいたい4リットルぐらい残量がありました。なので1リットルぐらい追加しようということで、1リットルが測れるボトルに水を入れて、そして今ちょうど緑のライン、だいたい5リットルになるあたりまで入れました。このリザーバータンク自体は6リットルまで入るように設計されているとのことでした。こちらのウォッシャー液は実は濃縮型でエマールのようにね、必要分だけを取り出して、そして入れていきます。このキャップ上の部分全体満タンにすると1ガロンの水、だいたい 3.7 リットルぐらいですが、なので今回は1リットルの水を使いましたので、上のキャップ4分の1ぐらいのところで薄めました。そしてちょっとね管にねその濃い液体が残っていると思うので、水をちょっと入れて流し込んだという感じです。レイン X ウォッシャー液と一緒に使っても全然持ってくれましたね。2ヶ月に1回ぐらいのレイン X のルーティーン施工でいいのかなというのが僕の実感です。レイン X とウォッシャー液の組み合わせ、結構不安だったんですが、
1ヶ月半経ってやっと検証、そしてシェアをすることができました。参考になったという方はいいねボタン、そして登録ボタンをお願いいたします。それでは今回も最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。